展開のドローさせないという保証はついた。そうですね。ただ墓地にカードが送られませんが、テラフォーミングを発動です。フィールド魔法を加えることを使うデッキですね。チェーンはありません。榎園選手のデッキタイプが分かりそうですが、トゥーンだ。完全なる世界トゥーンワールド、やはり今季はトゥーンの時代なのか。完全なる世界トゥーンワールドを発動していきます。効果の発動にもチェーンはありません。柴田選手はこのプルリアが通っていれば、そうですね。ではありますが、自分に対してかなり有効に働くカードではあったんですが、逆に薩塚さん、今回日本選手権でトゥーン使われてたと思うんですけど、はい、ディメンションアトラクターってどう、そうですね、きつさでいうとどれぐらい？むしろ打ってほしいカードに打なりますね。ってほしいカード、はい、なるほど。ディメンションアトラクターを打たれると、ドロール&ロックバードも、なるほどなるほど。エフェクトベーラーも、はい、それから雪うさぎも気にする必要がなくなるので、むしろ打ってほしいカードになりますね。そういうことですか。トゥーン目線できついカードはもう全部逆に使えなくなるような。そうなんです。ですので、きつかったのはプルリアなんですが、そのプルリアを弾けたのは大きかったかもしれません。榎園選手は会長です。ファインダークラビットから2枚目の完全なる世界トゥーンワールド、そしてここは選択になりますが、ちょこっと今ノーフェイスが見えましたが考えます。ノーフェイスを持ってきてしまいますと手数は伸びません。ただ相手の手札を見ることができます。柴田選手はディメンションアトラクターを打って、ただアトラクターを打つと、トゥーン側もそんなにガンガン展開できるわけではないし、かつリソースと言われる、使ったカードが除外されてしまいますので、ロングゲームにはちょっと弱くなる側面もありますね。全く効かないわけじゃないけど、嬉しい側面もあるという。私はどっちかというと嬉しい、なるほど、カードでしたね。ノーフェイスはね、捨てて効果発動なので、これもアトラクター下でも効果自体は使えると。柴田選手はテキストを確認していく。墓地へ送ってだとアトラクターで発動できないんですが、捨てて発動ですので、アトラクター下でも使うことができます。効果を発動。マインドスキャンで手札とかを確認してから自分がどれだけ動くか、手札を見て、マリスですか。トゥーン環境に一筋のマリス、お一人だけトップ32で勝ち上がってたマリスデッキトップ5進出してますね。上がったのはキラーチューンでもない、エルフェンノーツでもない、戦闘機でもない、マリスでした。非常に輝いてますね、カードたちが。そうですね、ギラギラしております。ギラギラしています。これはもうアトラクター下は最強マリスになってしまいますよね。これはしかも見たホワイトラビットとチェシャキャットと、バックアップアートイグニスター、マインドスキャンでカード名を宣言します。宣言することによってその効果処理時に自分のファニーダークラビットを除外することができます。戻ってきました、この辺りも細かいプレイング。3枚目ですよね。これは3枚目の完全なる世界トゥーンワールドを発動。これで完全なる世界トゥーンワールドが2枚除外状態になってしまいましたので、榎園選手もあまりゆっくりした展開にはしたくありません。柴田選手は今手数が2つあります。榎園選手はマインドスキャン、そしてトゥーンテラーではなく、おそらくこれはコミックキャットの妨害を優先しました。盤面の頭数を減らしたいなってところかもしれませんが、アトラクターもあるのでね。そうですね。金満で謙虚な壺、最後に打っていく。ここで6枚目食られるのは柴田選手も嫌でしょうね。少しでもデッキの中のカードの数を減らしてから金満で謙虚な壺を使っていきましたね。これで榎園選手はマリス対面に有効な妨害を引きに行くこともできます。6枚除外しました。柴田選手は当然チェーンするカードはありません。めくります。ドライバー無限ナーベルトライブリゲードだ、雪うさぎケラース、ドロール&ロックバード。これは南雲さん、デッキタイプがちょっと。そうですね、そのトゥーンのデッキタイプとしてファニーダークラビット2体でランク4に行くトゥーンライゼオルとかもあるんですけども、このコミックキャットとダークラビットがそれぞれ獣族なので、一応トライブリゲードとしてもデッキ組めそうだよねみたいなのは見かけてたんですけど、そのタイプでしょうね、これだけ入ってるということは。なるほど、トライブリゲードトゥーンですか。トライブリゲードトゥーンかじゃなかったらこれでさらに手数がだいぶ増えてたなるんでしょうね。なると柴田選手のディメンションアトラクターは効いてはいたということなんですね。めちゃめちゃきつかったかもしれません。墓地に送られた時に効果を
どんどん発動していくタイプなので、もしアトラクターなかったらここで獣2体並んでるので、ここからトライブリゲードの動きに発展できたような場面ですね今。カードをドローしたカードはドロイドブルーム。うん、これはちょっとチャンスが見えてきたか。手数が3になりました。はい、自分の墓地も除外できる。そうですね、アトラクターかアトラクターが墓地で出せそうですね。榎木園選手はセットカードに無限包囲を加えていましたので、うんその1枚ともう1枚が何か。謎のカード。柴田選手は手数が3手ぐらいありそうですがそう、ですね。榎木園選手のディメンションアトラクターおおのキャットがすごい絵ですねこれは。すごいですね。場面もオベリスクになってますね。あ、さっきオシリスででしたけど。本当オシリスオベリスクときました。はい、まずはうんマリスポーンチェシャキャットを通常召喚です。ここに対してはちょっと柴田選手もコミックキャットを誘うようないやそう動きにしています。ね。ただディメンションアトラクターカーですのでリリースしても戻ってきてしまいます。発動した後に除外なので効果止めてしまえばチェシャキャットの効果時点の除外はできなそうですが。なるほど、はい、マインドスキャンでチェシャキャットを宣言。これで帰ってくることができない。帰ってくることもできないし、まあ、もし帰ってこれてたとしてもドロモの効果も発動できないというところですね。もうこのターン使えないと。榎木園選手はコミックキャットと、そしてマインドスキャン、このはい見えている2つの妨害を使ってこのチェシャキャットを止めに行きました。コメント欄にも猫対決と言われてますね。チェシャキャット VS 確コミッかにそうですクキャット。ね。はい、お互いウサギもいますしね。うんうんうん、完全にこれはファニーダークラビットとホワイトラビットと、ちょっとしたこう名前ミラーになっていますが、はいエビルボックスが特殊召喚されましエビルボた。そしてマインドスキャンで宣言されていますのでチェシャキャットは戻ってくることができません。手数は1個いやこれしましたね、でかいやつを。そうですね、これで盤面にモンスターが残りませんのでバックアップアットイニスターも手数にすることができません。はい、リンクモンスターがいれば特殊召喚できるんですが、リンクもうホワイトラビットも召喚できませんし。そうですね、こいやこはそうですよね諦めます。動けず。止めた。榎木園選手が1本目を取りました。柴田選手はアトラクタープルリアと持っていましたが及ばず。ほっとしてますね。いやそうですねちょっとアトラクターやっぱりデッキ相性的にはねかなりそのトライブリゲート側の動きは全部封じられてたようなところではありましたけど、やっぱりこのトゥーンギミック強いっていうところがコンパクトなねはい、動きでしっかりと妨害敷いて動き止め切りましたね。ディメンションアトラクター下でしっかり動けるところはやはり南雲さん強みの一つですね。まあおっしゃってたように本当にそんなにきつくないっていうところはい見られたかなと打ってもらった方が安心するんです、他のカードを打たれないので。この辺は考えなくていいなっていう、はい、そうやってね考えられますもんね。まあただやっぱりこう、プルリアが通っていればっていうところが一つねちょっと惜しいところだったかなと。いやそうですね、プルリアとウララのあそこの噛み合い次第では全然ドローも入ってもっともっと、柴田選手の手札も増強できてたんじゃないかなというふうに思いますし、やっぱりどうあってもファニーダークラビット、そして増えた召喚する行為でコミックキャットってところでプルリアで2ドロー絶対かさんじゃうっていうところがやっぱりトゥーン側はプルリアが一つ重いっていうところがあったんで、もう柴田選手の初手むちゃくちゃ強かったと思うんですけど、あれも、はい、アトラクターもありつつプルリアまであって残りは全部強いカードみたいなそうですね、ところでしたからね。ここでは非常にね心強いカードたちだったんですが、それを上回る、盤面を作れたというところで、榎木園選手もうまいなと思ったのがマインドスキャンの効果を早期に使わずに相手の動きを見てから合わせて宣言という、そうですね、この辺りもやっぱり細かいところですが、殿崎さんうまかったですよね。そうですね、マインドスキャンの使いどころもそうですし噛み合わせもね、あとちらっと見えたやっぱり鉄銃トライブリゲードのギミック、あれが気になってしょうがないですね。どう動くんでしょうかね。あれがね、今はちょっとアトラクター化でしたから触れることはしませんでしたけど、ちょっと次以降、どういう動きをするのかが非常に気になるのと、あとサイドデッキの入れ替えとかもとなるとどうなるんだろうみたいなのが全然今度は見えなくなってきて、準トゥーンとは少し違った考え方が必要ですよね。そうですね、多分他のデッキと組み合わせてる理由はトゥーンだけだと狙われるものを保管できるから入れてるはずなんですよね。手数になりそうですもんね。そうですね、なのでむしろ2戦目以降にトライブリゲードの
効果が生きてくるんじゃないかなっていうのがより期待できるところですね。あとはその殿崎さんがさっきおっしゃっていたそのフワロスに対してちょっと弱点があるデッキっていうところでマリスっていうところになりましたよね。そうですね、フワロスの採用率が減ってる、特にメインからの採用は軽いということで、マリスはそういう意味ではね、確かにリンクを多用してね、めちゃくちゃデッキから特殊召喚しますから。そうですよね。確かに今の状況だったらマリスはいいかもしれないですね。立ち位置の良さがやっぱこのトップ32までこう勝ち上がってるってところに現れてるんじゃないかなというふうに思いますよね。ロンギヌスなんてもう見ませんよね。そうですよね。見ないですね。本当に辛いんですけど、ロンギヌス。マリスがね流行ってる時はサイドに3枚採用して、マリスと当たった時にこうサイドデッキが入れて対策していくっていうところが多かったかなと思いますけど、やはり全体としてそのマリスはさすがに限られたね15枚の枠にロンギヌス3枚とかはねなかなか使えないんじゃないかなというところもありましたから、はい、うまくかいくぐったデッキのタイプの一つなんじゃないかなと思いますよね。こういった意味ではデッキ選択も勉強になります。さあ2本目が始まります。榎木園選手が先勝しました。柴田選手はこの1本勝ちきれるか。ここで食い下がらないと後がなくなります。先行ですからね、マリスデッキ。そうですね。ここでは使いづらいカードも抜いて先行にさらにチューンアップした状態のデッキだと思いますから、マリスの展開力は殿崎さんもこれは折り紙付きですよね。もう展開力といったらマリスですね。もう2体揃えばもう一気にリンク値が伸びるというところですから、出てきたモンスターを順番になんとか消し去っていかないとなかなか止められないのがすごくマリスの強いところですね。マリスインアンダーグラウンドからスタートしました。デッキからマリスポーンドーマウスを除外していきます。これがマリスの最強の動き出しのカード。強い。デッキからカードを除外して除外されたのでドーマウス特殊召喚。そしてドーマウスの効果を発動していきます。攻撃表示で特殊召喚しました。榎木園選手は特に動きはありませんが、かなりリラックスしているように見えますね。そうですね。笑顔が見えますね。柴田選手は効果で今度はホワイトラビットを除外していきます。デッキから除外できるっていうのが強力ですね。マリスポーンホワイトラビットを除外して効果で300ライフポイントを払って帰還していきます。そして効果を発動。マリスモンスターたちは除外されるとライフポイントを支払うことによって特殊召喚することができるっていう共通効果ですね。マリスコード MTP07 をセットしました。これですと07ですか。はい、なるほど。まだ召喚する権利も残っていますので、盤面にモンスターの供給もできますし、カード1枚セット。ここからどう展開を伸ばしていくかは腕の見せ所です。スプラッシュメイジ等々は失ってますけども、新規のカードたちもありますので、モンスター2体でリンク召喚でしょうか。ここでなるほど、これは新規カードですよね。サイバースコントラクトウィッチというカード。どんな効果ですか。これリンク召喚したときに、魔法カード墓地をバカ手札から魔法カード墓地を送るとデッキが儀式モンスターを加えられるよというカードで、リミットオーバーコレクションのザ・ヒーローズというパックに収録されたカードなんですが、新生マリスって感じですね。そうですね。効果発動。なるほど。もう使ったので、この辺りも南雲さん噛み合ってますね。場に魔法カードはね残りやすいデッキかなとも思いますし、同じパックに、サイバースコードマジシャンという儀式モンスター、これ今加えたカードですね。なるほど。同じパックに収録されてまして、手札でサイバース属のリンクモンスターの素材にできるよという。手札からリンク素材にできる。こうやってリンク値を伸ばしていくんですね。リンク3まで伸びるようなカードが、スプラッシュメイジ禁止されたんですけど、魔法カードを使ってますからね。なるほど。コストはあるよということでモンスターの展開ができる。さあここで手札と合わせてリンク召喚していきます。そのままリンク3。出てくるのがリンク2でした。一旦リンクを戻す。に行きましたか。サイバースウィキッド。そして、手札から墓地へ送られたサイバースコードマジシャン効果ですね。サイバースをデッキから墓地に送ることができるカードです。なるほど。これで墓地へ送ってそのカードをウィキッドで除外しようということですね。ドットスケーパー。久々にドットスケーパーを送り込み自身の効果で蘇る。これは相当リンク値が伸びそうです。ウィキッドのリンク先にモンスターが特殊召喚されましたので、ウィキッドの効果、自分のカードを墓地から除外してチューナーをデッキから手札に加えることができます。なるほど。これでマリス名称のカードを場に供給できるようになります。
おおバックアップですからね。バックアップ。なるほど。バックアップアットイグニスター、今度はサイバースリンクがいますので手札から出てこられます。効果を発動、これもチェーンはありません。効果を発動、チェーンがなし。これはマリスの展開全部通りそうな。そうですね。そしてマリスにもう一つ追い風なのは、まあおそらく原始生命体ニビルは今の環境入っていないでしょうから、みんな5回以上あんまり召喚しません。はい、ティア1のカードたちが。そしてウィザードアットイグニスターの効果で、そうですね、バックアップの処理で手札を1枚捨てて、その処理後何もなし、確認した後でまずリンクですか。ここで出てきますか、リンクデコーダー、本来はこっちですからね、南雲さん。そうですね、トゥーンのカードじゃないよと。トゥーンに取られちゃいましたけれども正当なるサイマース族を継ぐものは私たちだぞとマリスデッキ主張しております。トランスコールトーカー、そして効果で戻ってくる。これは相当リンク値が伸びそうです。すごい数。すごい。リンク値は7ありますか。5でリンク召喚。ここでアコード、アットイグニスター、アコードとかアットイグニスターですねを出してくることによって、これで榎木園選手に何か妨害するカードがあっても1枚は無効にできます。こうしてからウィザードアットイグニスター、これでマリス名称のカードを場に出力できました。特殊召喚して場所を考えてから1体でリンク召喚。リングリボーでしょうか。アコード10日でも1妨害作った状態から満を持してもマリス展開今度はしていくと。リングリボーもいますので、無限包容、それからドミナスインパルスも大丈夫と、トラップカードを無効にできます。ここからホワイトバインダー、それでマリス展開に戻ってきました。柴田選手はここまでは鮮やか。榎木園選手はちょっとこれ手札が手数に乗っていたでしょうか。次のドロー合わせて6枚で盤面崩しにいくことを考えなければいけないところですね、榎木園選手は。マリスクイーンホワイトバインダーを特殊召喚して伏せているカードがただ両方ともマリス名称のカードの可能性がありますので、1枚は最初ホワイトラビットでセットした07ですね。もう1枚が何かですね。墓地のカードをホワイトバインダーの効果で除外しました。そしてホワイトバインダーの効果でデッキからトラップカードをセットする効果です。これによってマリス名称のトラップカード06もしくは11もまだ見えていません。11ですね、こっち。マリスコード TV11、これをセットしていき、あとはここからまだサイバース側手数場面伸びますか。まだいけそうですね。どこまで伸ばすか。あとチェシャキャット、マーチンヘアとかもまだ使ってないですし、どのくらいホワイトバインダーを何らかで墓地を送ってその後除外してまた戻ってきてとかでまだまだリンク値伸びそうですね。マリスのトラップカードがマリスカードを除外することでセットしたターンでも発動できますので、今使いましたね。そして11を発動していく、盤面に出す効果ですから。そうですね、デッキのマリスを特殊召喚できる TB です。デッキからチェシャキャット、チェシャキャットの2枚ドローする効果も強力。そして、除外されたホワイトバインダーは戻ってくるときに1枚カードをドローできます。この TB11 で出したカードはこのターン効果発動はできません。チェシャキャットどこかで墓地に送って除外してということが必要になりますね。ワンドロー入ってこの1枚が大きいかもしれない。柴田選手はここからまだ盤面リンク値ありますのでもう少し伸ばせそうですが、どうしますでしょうか。すごいですね。アコード途中で出してアコードの大量特殊召喚を使わないで制約かけずに動くっていう、昔のアポロウーサみたいな使い方をしてますね、マリスデッキは。これでアコードの効果でモンスター出さずとも自分自身のカードたちの効果でまだまだ展開できるので、先にこれで1妨害作って2ビルとかの受けを作ってからマリスの展開をしていくと。これアンダーグラウンド除外ホワイトバインダーで知ってるのも、最終的にハーツ・オブ・クリプターの相手ターンにカード除外する効果のための弾丸として除外のカードを用意してるかなとも思いますので、そこまでいくんじゃないかなと。そうですね、除外のカードを墓地に戻すことによって、それを弾として1枚除外する効果を持ったモンスターがありますから、これで最後のマリスの下級モンスター、マーチヘアを加えていきます。
07はマリスモンスターを加える効果ですね。私も長くマリスを使っていましたけれども、その除外状態にはマリス名称のカードを残しておくようにっていうことはかなりこう意識しましたね。どこでこうハーツ・オブ・クリフターを出すかわからないので、とにかくまあ除外できるときにしておくというところは、まあ柴田選手もしっかりこうセオリー通りですよね。この状況をなんかこう生み出せてるのがやっぱり最初の鍵となってたサイバースコントラクトウィッチの発動したマリスアンダーグラウンド墓地に送るっていうところからこの弾を用意できてるのかなというふうに思いますね。そしてテシャキャットを除外できましたので、戻ってきて2枚ドローする効果、そして除外したのがマーチギアですので実質無料。マリスモンスターをマリスを除外して2枚ドローする効果で、除外されたマーチヘアは自分の効果で手札に持ってくると、手札3枚ホワイトバインダーも含めてドローも稼いで、これは何らかの法に引っかかったりしないんですか？いやかなりのアドバンテージですよね。盤面もモンスター伸びてるんですけどやっぱドローが強い。でチェシャキャットの効果で2枚のドローをして、そしてマーチヘアもまだ使えますので、リンク値はもう潤沢です。潤沢。手札も6枚ぐらいありそうな。あとはもう逆にどう盤面を作っていくか迷うぐらいかもしれませんが、まだ伸びそうです。リンク4、マリスもそうですね、ファイアウォール、そうですよね、本来はこっちなんですよね。そうですね、サイバースの展開、トゥーンがちょっとお株を奪っていますが、リプロドックスのせいかもしれません。さあこれでカードを1枚セットを追加して、これでターンを終了するでしょうか。柴田選手、盤面はかなり硬そうに見えます。これでターンを終了しました。5枚ありそうです。榎木園選手は1枚引いて、そうですね、そして、手数に寄っているとはいえ、このマリスの厚い妨害を突破できるか。罠無効、何でも無効、場のカードを戻す効果もファイアウォールである。ファニーダークラビット通常召喚です。柴田選手はここに対してはなんと神の警告。召喚無効、この出た時に無効にされちゃうっていう効果がトゥーンは非常に厳しいですよね。そうですよね。やはりファニーダークラビットのもう1枚モンスターを召喚できる、この適用される効果も適用されませんので、場に出る前にもう墓地に送られちゃいますからね。召喚無効がトゥーンはつらい。完全なる世界トゥーンワールド発動です。この辺りの発動の順番も神の密告をケアしたかもしれません。そして効果を発動。ここに対しては強い雪うさぎ、もう盤面のカードを使いすらしません。手札ね、引いてますね。でもここでトライブリゲードフラクトール効果を発動。ここで少し見られるか。3以下の獣重戦士鳥獣族をデッキから墓地へ送ることができます。カードのテキストを確認します。昔よく使われたカードですけれども、なかなか最近は見ませんでしたが、ムーンライトにちょっと採用されたりっていうところはねあったかなと思いますけど、トゥーンと混ざる形で復活してきました。どうなるんでしょうかね。使い手もそれほど多くないそうですね、混合デッキかと思いますが、トライブリゲード側の動きで言えば、トライブリゲードキット、そしてキットが墓地へ送られて、また追加で墓地へ送る効果が発動して、ナーベルでナーベルの墓地の効果でトライブリゲードカード、デッキからモンスターですね加えることができるというところで、墓地にこの獣だったり重戦士をためながらトライブリゲードモンスターにつながれば、その後墓地のカードを除外してリンクしていくので、ここはアコーロトーカというにされ無効にして、ここで榎木園選手サレンダー、手数がありません。柴田選手が勝ちました。マリスの強みが出てますね。やっぱ先行が強い。柴田選手、しっかりと先行を勝ち切って2本目はしっかりと取りました。これで1勝1敗。ゲームは最後3戦目ということになります。マリス側やっぱりさすがの展開力でしたね。強いとこ出ましたね。やっぱり止められない状態だともう絶対に超えられない盤面を作るぞと。しかもちょっと今まで見てきた、ちょっと前にね見てみたマリスと違って、リングリボーを最終的に盤面に置いて、完全にマインドスキャンを形成して相手のデッキに合わせたサイバスの展開をしてるってところも非常にテクニックが見えてすごかったですね。そうですね、トラップカードを無効にできるっていうところもそのサイバースデッキの強みですよね。もうリンク1で出せてしまうので、この辺りも確かに環境を見ていたかもしれませんね。やっぱ流行ってるトラップとしてほぼ
この3分の1以上のデッキが、ね、このマインドスキャンというトラップカードを使ってくる以上、やっぱ先行でリングリボーを立てれるっていうのはかなり強みがあるなというふうに感じますね、確かに。ドットスケーパーまで入れて、リスクをある意味追って盤面をこうしっかり伸ばしていくっていうところでは、最後アコールトーカートイグニスター、ファイヤーウォールドラゴン、でリングリボー、セットにはおそらく06のようなカードがあって、アリスカードも供給してというところも考えると、これ相当な妨害数になっていそうですね。いや、マリスが勝ち上がってきますか、友崎さん。そうですね、マリス、いや、フアロスの話もさっきからしてますけど、マリスが来るとはちょっと意外でしたね。いや、マリス使いだった自分としては、やっぱり嬉しいですよね。自分の構築力、プレイではちょっともうこの規制だと難しいかなと思ってやめてしまったので、これをちゃんとこう諦めずに構築を考えて、で結果も出していらっしゃるって、いや、尊敬ですね。やっぱりその展開が多いデッキ、あとそのトライブリゲードの採用もそうかな。そうですね。結構その展開が許されるようになっている、プラスそのキラーチューンが今結構いるので、バックトゥバックとかレッドシールとかが盤面に構えられてもレベル気にせず動けるリンクの大量展開できるデッキっていうのが、もしかしたら今いい環境として立ち位置いいのかもしれませんね。トゥーンライゼルとかのね、組み合わせとかだとレベルコントロールされちゃうとちょっとランク4出しづらくて難しいと、その点トライブリゲードは関係なく動けるっていうような、先ほど南雲さんがライゼルとね近い使い方かもしれないっておっしゃってたんですけど、だからそういう差別化があるかもしれないです。ここの2人のマッチアップはそうしますと、デッキ構築かなりいろいろ考えたんだろうなっていうのは伝わってきますよね。トライブリゲード2のどういう動きするのか見たいんですけども、次先行ですからね、榎木園選手。いい勝負になってほしいという思いと、ぶん回してほしいっていう思いと、知りたいっていうどっちも見られませんかね。アトラクターなかったら多分トライブリゲード側の動きに派生してそうな榎木園選手の盤面でしたから。いや、これは3本目どうなるか、マリス側もやっぱりね、スロットが多いので、おそらくこう妨害できるようなカードはたくさん積めると思いますから、あとはそこを、トゥーンとトライブリゲードを混ぜることによって手数がもちろん増えている。そうですね、ただ一方でちょっとこうもしかすると引きたくないようなカードの組み合わせも少しあるかもしれませんので、ここがどうかちょっと噛み合わせも気になるところではありますね。次がこの選手先行。そうですね。サイドから今度はバチバチ攻める方のものを採用してくるっていう形になるんでしょうかね。さあ、泣いても笑ってもこれが最後、榎木園聖吾選手対柴田悠希選手の準決勝第2試合、3本目1勝1敗で迎えています。先行は画面左、榎木園聖吾選手、トライブリゲードとトゥーンの混合デッキです。どんな動きを見せてくれるのか。柴田選手はメインフェーズまでカードの発動はありません。完全なる世界トゥーンワールド発動、効果を発動。動き出しとしてはでもここに対しては雪渦に墓地にトゥーンのしおりがありませんので破壊されてしまいます。